こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。2月の初めとなる今、東京では東京都美術館において第99回国風盆栽展が開催されています。その下、私ども業界の殿堂である上野グリーンクラブでは立春盆栽大市と名付けて、国内外の多くの盆栽ショップが様々な名木が一堂に並んで販売会が開かれています。現在の販売の市場は海外の方を抜きには考えられない状況が来ています。もちろん国内の愛好家の方々、そして世界を取り巻く盆栽界の方々、これが全体の潮流を作る盆栽界の市場。今日はそんな市場の流れとその差、これを皆さんにご紹介したいと思います。お楽しみください。今、内久邸の事務所の脇の半日だけ日が当たるところ、つまり日陰に近いところには梅やボケなどが並んでいます。冬の時期、このつぼみを膨らます梅を見ると、ああ、いいもんだな。私たち盆栽人はどうしてもこの時期になると梅に心が寄っていきます。正直、夏の間の葉が茂る頃に市場で買えば、この姿で見える時よりも上手な買い方だと2割3割安く買うことができます。それでも不思議に夏に買う気がしないんですね。葉落ちがして、ああ、冬が楽しみだとなった時に初めて買う。これも今日伝える市場原理の一つで、盆栽は季節季節で動くものはその時によって動向が変わる。ですから一般の愛好家趣味の方々はその季節でない時に良きものを買うととてもお買い得な買い方ができる。ただしやはり美しい時にこそ花の色、木の素性が見えます。そうじゃない時に手に入れるとちょっと言われているよりも質が悪い時があるので、そこは気をつけてください。今ここにある盆栽、五葉松の大木です。関東の北に位置する那須連山、この山から取られた那須五葉松は五葉松の葉生の中でも群を抜くと言われて評価されています。素晴らしい粘り、そこから揺れ立つ幹、そして何十年もかけたこの枝打ち、おそらく数年後には鉢を入れ替えて国風盆栽展への挑戦も可能なレベルの五葉松です。ところが今、市場原理から言うと、この五葉松よりも同じレベルのものでも黒松や真柏の方が価値が高く取引されています。五葉松のように繊細な植物はモンスーンと言われる温暖化地帯しか生きられません。黒松や真柏のように多少暑くても寒くても健常に生きる。そういうものがやはり世界の方々は安心して持ちます。でも逆の考え方を振り返ってみてください。黒松は芽を伸ばして枝を作ることもできるし、葉生も芽切りという作業で揃えることができます。五葉松は年に一度の芽を吹いて、しかも1年で古い木なら2、3センチしか伸びません。それでこれだけの樹層を作るには数十年という時間がかかります。鉢の中で太らせることも容易ではありません。2分の1の時間でできる黒松などよりも半値で買える。逆に言うと五葉松こそ日本の盆栽界の方々が今お求めになってお買い得な部分かもしれません。以前国風展に出たような五葉松が当時数百万だったものが数十万円で買えるという時代が来ています。残念ながら私たち業界人は売れないと手入れも甘くなって
だんだん物が悪くなって、結果市場に残るいいものが少ないという現状。これは昔もみじの盆栽で起きた現象が良い教訓になっています。数百万したもみじが売れなくなる時代があって、手入れが甘くなったので枝が抜けて10分の1になってしまった。盆栽は人と時間が作るものです。ぜひその点で素性の良い、年数のかかった樹層のしっかりしたもの、これをぜひ見つめ直していただきたいなと思っています。もう一つの市場形成の流れがあります。2種類に分かれている盆栽の大きさの世界、これをお話ししましょう。こちらにあるこの大型の松、数百年の時間をかけて作られたもの、見る者を圧倒するものがあります。盆栽の王者の位と言われる五葉松の大木ですが、今この手を変える人は海外の人が多数を占めるという状態です。もちろんその価値は高いものですが、市場全体の原理はこちらにある中型盆栽というものに移行をしています。丹精を込めて小さい中に大樹の層を作るものですが、こうやって一人で持てる。これが一つの皆さんの需要を叶えているのかもしれませんが、この大きさのもので持ち込んだものが徐々にこの大きい盆栽と金額は別にしても人気を凌駕するようになっています。どちらがいいということは言えませんが、30年かければ作れるもの、100年かけて作るもの、この価値の差をやはり忘れないでいてほしいものです。もう一つの市場の動きをお伝えしましょう。水石です。盆栽と違って水石は植物検疫がありません。ワールドワイド、つまり地球全体の愛好家が楽しむことができるものです。東洋で生まれた水石は日本で山水の美として大きく皆さんに伝えました。まもなく開催される日本水石名品展。この東京都美術館の展示が大きな話題となり、海外の方々も参加するようになってもう10年以上。このように山の大姿を見せるような石、こういうものが大変尊ばれます。今から20年前、栄華を極めた水石界の市場は底をついたに等しい状態でした。水石は売れない。見る人も少ない。それが都美術館での展示が始まって10年。もう一度その価値が見直される時代が来て、この石の台を作る人が激変してしまって、過去にあるものをみんながもう一度再評価して扱うようになりました。合わせて今の方は、昔川から拾って楽しんだという方とは別に、美術品として楽しむような方がお若い方で今増えています。例えば、この小さき石のように、鴨川の素晴らしいマグロですが、これは有名な水府山人という人が持っていた石です。水府山人急増石。そこで一つのもう価値観が生まれる時代になりました。やはり石の場合は姿が変わるものではありません。手入れがいるものではありません。美術品や茶道具と一緒のように、誰が持っていた、どのような歴史があったかで、その価値が数倍から数百倍という時も起こり得ます。水石はここから本当の価値が生まれることが始まったばかりです。お見逃しなく。盆栽の市場には新たなシーンも誕生が始まっています。国風展を頂点とする俗に言う本格派の盆栽というものの他に、この木のようにモダンな美を演出するもの、これが注目を集めています。
日本間の床の前飾った盆栽、盆栽店に飾った盆栽、そこから外へ飛び出し、都会の一般の人が生きるシーン、例えばブティックや喫茶店や皆が楽しむテラスの脇に、まるでモダンな彫刻のように飾られる、そんなシーンが東京のあちこちに生まれるようになりました。これも嬉しいことです。象徴的なデザインを物語る木、これを若い盆栽家は今目指している方が多いです。この場合は市場に出てくる値段に何割かつけて売るということではなく、素材を手に入れて自分のデザイン性の感覚を生かしてその捉えた美を伝える。本来盆栽もそうですが、このモダンなデザイン性盆栽の場合はそれを強く表現しています。これからこのような若い方がその感性で捉える盆栽、これも今注目から本来の高い価値観へと上ることが私は確信しています。日々刻々と変化する市場動向というものはあります。しかしその市場動向だけに左右されずにしていかなければならないことも私たち盆栽人はあると思います。ここにあるこの五葉松、宮島、銀圧と呼ばれる大阪松の種ですが、四国の地で小さな鉢から畑作りに下ろして数十年、それをお持ちになっていた方からある程度の量をまとめていただいて数年このポットに入れています。ここから順々に鉢へ入れ仕事をして立派に人の前で飾れるものになります。盆栽は時間が作るものです。たとえその時に安くても数十年かけなければできないものは無駄にはできません。一つ一つの木を見直してそれを世に送り出す。それによって価値を作る。これは私たちプロのすることでもあると同時に、愛好家の方々もぜひ価値観の一喜一憂ではなくてしていただければと願っています。先ほどのポットからそこから何年もかけてこのような姿になります。見てください。この幹肌の古さ、太さ。さてここからどのような盆栽になるか。どうしても値段が今は安いというと作る気も失せるかもしれません。それは人の心が勝手に思うこと。木は愛情と時間をかければきちんとその素質通りの答えが出ます。私どもはこうして数多くの木を世の中に送り出せればと願っています。とても手間かかる仕事ですが、ここから市場価値は自分たちで作っていくんだと心に思って毎日を励んでいます。先ほどご覧いただいた大型の五葉松もこの中から生まれ育ったものなんです。今ではその価値は数百万と言われています。私たちはその木を一つでも多く作りながら市場を作っていきたいと願っています。いかがだったでしょうか。盆栽界の今を取り巻く市場というものを考えながら今日はお話をさせていただきました。今開催されている上野グリーンクラブにおいても心拍などの高騰が続いた中、それでも私が思うに心拍の頂点の値段は一昨年だったように思います。当時100万円だった木は今回の国雨展では80万ぐらいじゃないでしょうか。そのように価格の動向というものは絶えずあります。それをお伝えするとともに価格の変動だけではなく、盆栽として、作り手として、
愛好家の皆様への考え方として、大切にしてもらいたいものをお伝えしたかったように思います。いろいろな種類、いろいろな姿の盆栽ありますが、やはり変わらないのは、その種、その姿が一番似合うもの。つまり、五葉松は五葉松らしく、真柏は真柏の美を伝えるもの。黒松は黒松の豪壮さ。もみじはたおやかさ。それを失わずに盆栽を見つめれば、おのずとその価値は答えとして出てくるように思います。市場の原理は理解はされても、それに右往左往するのではなく、愛好家として、プロとして、本物の盆栽を高いからいいのではなく、ささやかなものでも、数百年の木でも、きちんと見つめ合って、次の時代に伝えていきたいと思います。今日は市場的なこと、それと盆栽の内容についてお伝えしましたが、美チャンネルはいろいろなことをお客様のご要望でお伝えしたいと思います。ぜひチャンネル登録をなさってアーカイブもお楽しみください。本日もご視聴ありがとうございました。